ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのゴルガリミッドを紹介したいと思います。こちらのリストですが、直近の MO チャレンジにおいて、75枚同じリストが3連続で優勝を果たして話題となっているものですね。12月あたりはゴルガリデーモンが流行っていましたが、形を変えた最新型のゴルガリを解説していきたいと思います。まず、デーモン型が今の環境で弱い理由なのですが、現在は青黒系のバウンスデッキとグルールの2強環境になっていて、別室やドロスの魔人はどちらのデッキに対しても弱く、どうしても勝てないデッキになってしまいました。さらにゴルガリというとグリッサのイメージが強かったですが、トップメタのバウンスデッキに逃げ話が4積みされていて、グルールも等の点火で1マナで対処できるため、テンボの点でどうしても環境的に弱く、現在ではグリッサが完全に解雇される形となっています。代わりに3マナ域に採用されているのが説教者と保証で、どちらもタフネスが4あり、環境的に対処がしづらい生物になっています。さらにラノワールのエルフから2ターン目に出てきた場合、現環境の中でもかなり強い動きとなっていて、グルールにもバウンスにも一切弱さのないムーブになります。また今の環境ではスラーンを対処するのが非常に難しく、基本的に全体除去でしか対処されないため、特に青黒に対しては強力な生物になっていますね。ギックスの命令が固定でメインに2枚取られるようにもなっていて、バウンスデッキに対しては1枚で全ての生物を対処することができ、グルールに対しても神聖で横並びしたネズミを対処しながらゲインをすることができ、環境的に強い1枚となっています。またバウンスデッキの流星によりサイドにベイロスが取られるようになっていて、1ターン目からベイロスを出せるとイージーウィンできるため、バウンス側は望みなき悪夢を抜かざるを得ないですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。これはさすがに、前半動けないのでマリガンですね。はい。これも、ほぼ同じ。序盤を動けないハンドということで、ダブルマリガンしていきましょう。これが一番マシではありますが、このハンドであれば、ラノエルと、ラリコッパイかなと。さあ、こちら、ダブルマリガンではありますが、相手先手の赤タンですね。これは、即死しそうな感じはありますが、どうでしょう。相手7枚キープですもんね。さあ、まずは、雇われ詰めから、挑戦者。さあ、次のターン、コケモリ出していくしかないんですが、はい。これが除去られると、テンポ的に相当厳しいですね。さあ、3ターン目。除去がなくて、相打ちが取れるといいんですけど、雇われ詰め2枚目から除去ありそう。ライトニングストライクで、コケモリを除去っていく。これでさらに、雇われ詰めで2点飛んで、6点ですね。さあ、残り10点まで、さすがに厳しい。一旦、爪を除去りますか。多分説教者出しても、1、2交換で落とされて、で、ダメージをさらに入れられるっていう形になりますね。さあ、とりあえず3枚目からの巨海の怒り。土地。このターン土地を生きるので、あれは出せませんね。ただ残り3点。これは、厳しすぎる。これ本当はシェルドルって出したいんですけど、ペインランドで1点払うと残り2点になってしまうので、負け確になりますね。なので、説教者とラノエルを出すしかないと。一応何も引かれなかったらこれで止まってはいますが、どうでしょう。ダブルマリガン、かつ後手ということで、かなり厳しい展開にはなっていますが、ただ直接火力を引かれなければ、まだワンチャンはあるかなという感じではありますね。特にメインは、5点火力とかは多分入ってない人が多いんで、セルドレッドが生き残れば、まだ全然ワンチャンはあるかなという感じではありますね。さあ、ここ砂時計を使ってくる。ここで悩んでくるということは何でしょう。速攻クリーチャーだったらこっち負け角で、火力も負け角。悩むスペルは、大体何引かれても負けの状況ですが、さあ、ここはそのままターンを渡してくる。これペインランド使わないといけないんで、あれですけど、
まあ、ただ、相手の動きからして、2点火力じゃないのは確定なので、まあ、ドレッド出していきましょう。ただ、ここでも止まってくる。これなんだろうね。あ、これはあれか。雇われ爪か。1点こっちがしゃらってるんで、爪をでかくすることができますね。さあ、ただ、ここも砂時計使ってくる。これなんだろうな。巨海の怒りだったらさっきのターン勝ってるんで、で、2点火力でも勝ってる。さっきのターンに。なので、ちょっと、まあさっきのターンと、今ね、悩んでるのは、わからないですね。相手の手札が、全然わからん、これは。まあ爪はでかくなりますが。さあ、このターンさえ生き残れば、まだ全然ワンチャンがある。はい、進化の英雄。これは、ワンチャン出てきましたね。さあ、このターンからはこちらがゲインすることが可能。で、説教者は殴るか。うん。多様なネズミ引かれても負けないんで、ここは殴って反根生物を出していった方がいいですね。さあ、さらに保証を出して、で、反根11にカウンターを乗せていきたいと。コケモリはもらっててもいいですね。まあ実質1点ゲインワンドローしながらさらに3人を出すことができると。お、多様なネズミ申請コスト。ただ死んでないはず。死んでないはずなので大丈夫かな、まだ。ただし、まあ進化の英雄が育っていくので、ちょっと、まあめんどくさい状態にはなりますね。さらに特殊土地を引かれてしまう。あれ結構きついんで、まあ次のターンからはクリーチャーをでかくしながら、トランプル2段攻撃で突っ込まれる可能性がありますね。となると一番今欲しいのは、まあ2マナの追放除去ですね。とりあえず、まあ、1枚引いていきますか。インスタント除去さえ引ければ、まあ多分結構安心できますが、ヒダゼ。ヒダゼも悪くはないが、とりあえず、説教者は殴りますか。うん。さあ、反抗クリーチャーを出しながら、地味に攻めていきましょう。で、ここ多分ヒダゼで4点ゲインか、まあ、もしくはエンチャントを割るかの択なんですけど、まあ一旦エンチャント割ってた方がいい気はしますね。この状態だと、トランプル2段攻撃プラス、進化の英雄2段攻撃とかにされちゃうんで、その状況よりも、まあトランプルを1体少なくした方がいい気はしますね。さあ、さらに顔面村。これは、まあただ耐えてるとは思う。さあ、挑戦者からの多様なネズミ。これいけるのか。トランプルを、ただこのターン出さない。ちょっと細かい計算はまだしてないですが、4体並んだ時に、まあ耐えれてるかどうかですよね。まあ一応全部ブロックすることができて、で、ドレッド、相打ちプラスって感じですね。さあ、多様なネズミ出してくる。からの追放除去。これ偉いですね。なんとかなりそうな感じにはなってきたかなと。ただ、まだ説教者しか殴れないかな。うん。まあ、次のターンあたりかな。このターンにその3、4人除去打って、まあ他のクリーチャーも殴っていくっていうのは結構負けのリスクが上がっちゃう気はしますね。さあ、ここはブロックしてきそうか。まあ、大津の脈動とか引けると、だいぶというか、もう勝てるんですが。さあ、ここはスルー。からポケモンを出して除去を構えていくと。まあ除去を引いたことによって、まあ全力パンプからの巨海の怒り2段攻撃とか、まあそういうのでも、まあ負けなくなりましたね。
さあ、顔面村使っていく。うん。さあ、4回、これ誘発ですね。まあ、当然進化の英雄は育てていきますが、どこだ？ 112。これは2段攻撃？トランプル。さすがに、このターン負けることはなさそうですが、どうでしょう。ハンドは2枚。攻撃しない。うん。進化の英雄除去っておきますかね。うん。さて、6対11まで来ましたね。このターンも説教者だけかな。フルパンして、3、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4。フルパン勝ってる？いや、わからんな。相手が何持ってるかによるから、火力とかだったら逆に負けるかな。22も殴るか。2点ゲインしとこう。さあ、1点ライフルーズからの2点ゲインから、でも2点ゲイン。うん。で、爪がでかくなって、ここはさすがに青1取ってきそう。で、次のターン、全力パンチかな、こっちが。で、多分勝てるはず。さあ、一旦青1取って、もう2点も通っていく。さあ、残り2点。から、で、相手は逆にこのターンにもう全力で行くしかないかな。さあ、挑戦者から、ここは山。後手ダブマリから残り3点まで削られましたが、どうでしょう。大体勝ってそうな気はする。残りハンド2枚。かつ、マナは2マナだけ。これ取るよと。オッケーオッケー。さあ、とりあえず除去を増やして、で、対赤タンとかグルールは、まあ、スラーンはいらないんで、ベーロスに変えていく。で、まあ、除去として、収穫者をちょっと入れて、で、まあ、ラリコッパイは抜くか。うん。で、ヒダゼも今はいらないかな。あと1巻の終わりか。うん。これで行きましょう。さあ、1本目勝手に試合目。除去なしですが、まあ、悪くはない。できれば除去、まあ、1枚か2枚。引いていきたいところではありますが、最初は1ターン目進化の英雄からスタート。まあ、基本的には進化の英雄から入ってくるのが、まあ、最強のムーブですね。からの多様なネズミ。これ最強ムーブですね。さあ、先手2ターン目。これもう4点ですからね。除去が引けないと、かなり厳しい。うん。まあ、一旦説教者出していくんですが、まあ、これかなり厳しいですね。で、この状況だと、説教者もこれブロックできないんですよね。さあ、332段攻撃。で、これ 100% 何か持ってるんで、まあ、相打ちにすらさせてもらえないっていう状況ですね。さあ、何か持ってますが、火力でラノエルを焼いていく。うん。さあ、残り10点まで除去引かず。いや、これ除去引かなかったらもう、割り切るしかないですね。まあ、相手が巨大な怒りとかを持っていないことを願いつつ、まあ、説教者殴って、まあ、巨大の怒り持たれてたら、まあ、それはもうしょうがないんで、さあ、さらに挑戦者から、まあ、進化の英雄、2段攻撃でしょう。で、この状況で2段攻撃つけてくる。はい。っていうのはもう、これ、巨大の怒り持ってるんで、まあ、しょうがないですね、これは。まあ、除去を引けなかったこっちが悪いので、これは最速の4キルかな。はい、そうですね。まあ、これはもう割り切るしかなかったんで、しょうがないですね。ということで、3戦目いきましょう。2試合目はめちゃくちゃ短かったな。さあ、1勝1敗で3試合目。悪くはない。悪くはない。ギックスまで耐えれれば、まあ大体勝てそうな感じではあるけど、まあただ除去が大渦の脈動だけ。っていうのはちょっと、まあ懸念点ではありますね。さあ、相手はワンマリガンでスタート。とりあえず1ターン目、まあクリーチャーが出てくるかどうか。お、いいですね。そして、まあ稲妻はなくて、
ただ、塔の転化は持ってる。うん。まあ、塔の転化はいいでしょう。まあ、11交換ということで。で、このターン、何出されても、はい。まあ、脈動。いやー、ただ、多様なネズミか。まあ、でもこれは打っていきそうですね。ちょっとね、テンポ的にあれですけど、まあ、3マナでネズミを対処して、で、次のターンドレッド出していきたいんで、はい。さあ、宿敵。まあ、相手が火力を持ってるかどうかですね。火力で自傷してゲインできなくされると結構きつい感じではありますけど、さあ、このターンどうでしょう。大山猫。なるほど。これもあれですね。ゲインができないやつですね。さあ、ということで、これ一旦ギックス行くしかないですね。ギックスで山猫落としながら、で、ハンコンつけて、まあ、殴っていきますか。うん。さあ、これで6点ゲイン。だいぶでかいですね。さあ、12対18からの10点まで、まあ、宿敵に加えて、大山猫まで入れてるのは、だいぶライフゲインを嫌がってますね。さあ、さらに進化の英雄。から多様なネズミ。はい。これは、火力がなければ、だいたいいけそうだが、どうでしょう。さあ、これでゲインが8点目。相手何も持ってなさそうですね。まあ、これは、ゲインし放題と。さあ、ベイロスでさらに4点ゲイン。からドレッドナー打っていきましょう。さすがにこれもうブロックせざるを得ないですからね。さあ、ジャンプして、2点は入っていくのですが、なぜかライフがまだ18のまま、なんだかんだアグロに対しては、シェオルドレッドが強いと。からの挑戦者。うん。さすがに、これはもう、だいぶこちらが有利ですね。さて、耐えるより殴った方がいいかな。全力パンチ。かな。うん。まあ、ドレッド立てててもいいですけど、多分フルパンで、少なくとも、1、2交換にはなって、で、相手チャンプチャンプしないといけない。いや、1体はチャンプか。うん。まあ、この状況であればドレッドがいなくなっても、まあ、こちらが、だいぶ有利な状況になるかなと。さあ、さらに3点ゲインから、相手は残り4点まで。で、まあ8点もあるんですけど、6点はドレッドに。うん。さあ、相手残り4点なので、まあブロッカーを2体残さないと、どうしようもないという状況ですね。さあ、そのままターンを渡す。まあ、だいたい、いけそうですが、どうでしょう。沼は1個残すか。さあ、小屋起動から2体でアタックしていきましょう。まあ、とにかくやはり、ゲイン量がえぐいですね。まあ、3体いくか。これで相手はもう、チャンプチャンプしないといけないという状況ですね。うん。さあ、チャンプチャンプから、火力は持ってそうかな、これは。うん。まあ、延命ですね、これは。ここで延命しても、まあ、44が2体残っている状況ということで、まあ、何引かれても、大体勝っていけるかなと。最低反動1枚だけということで、これはもう殴っていきましょう。さあ、小屋起動して、フルパンで勝ちですね。これと両と、GG。さあ、やっていきます。こちら後手、土地が無色ランド1枚ということで、マリガンですね。うん。さあ、除去ハンドですが、まあ、キープしていきますか。一番重たい、ギックスの命令をボトムに送っていくと。さあ、相手エスパーバウンスですね。
そしたら、いや、これ結構悩ましいな。一旦切り崩すかな。ちょっと土地は捨てれないですね。さあ、ラリコッパイを引いてくる。まあ、完全に除去ハンドですが、さあ、相手ピクシーから、まあ、望めなき悪夢をさらに使い回していく。まあ、脈動かな。相手はまあ、かなりいい動きですね。そのままターンを渡すか、ラリコッパイで追放しておくかですが、まあ、追放しておいた方が安全ですね。まあ、ここに追放を今打たないといけないっていうのがもう終わってますけど。さあ、ただ相手のんきな物漁りから、はい、かなり強い動きですね。まあ、後手かつ、マリガンありということで、なかなか厳しい展開ではありますが、このターン、説教者出したい気持ちもあるんですけど、一旦こっちのメインで、喉首打っていきますか。ちょっとテンポ的にどうかなという感じはありますが、かつ、物漁りを残してますからね。さあ、ここは4点アタック。残り9点までから、そのまま渡してくる。で、何かを持っている。まあ、除去がうまいかな、これは。まあ、一旦除去、物漁りか、3人に打っていって、ただ、カイトかな、これは。さあ、カイトここで出てきてしまうと、まあ、相当厳しいですね。まあ、3人を一旦除去ってはいきますが、3点入って残り6点からさらに、まあ、相手はもうハンドがかなり潤沢にある状況ですね。まあ、1戦目はちょっとこれは、まあ、さすがに落としそうかなという感じではありますが、ドレッド。まあ、生き残ってくれればという感じではありますが、まあ、そもそもカイトがいるため、まあ、普通に、テンポ的に無理そう。はい。まあ、もう投了でいいですね、これは。一応次のトップまで見ますか。さあ、カイト殴って、残り3からさらにドローして、いやー、カイトはね、本当に、もう先手で、まあ、一番強いカードまでありますね。さあ、物漁りから、はい、トチと。まあ、ドレッド出して、相手がまあ、変なプレイしてくれたらワンチャンっていう感じではありますが、まあ普通にカイトマイナスで負けですし、はい、まあさすがにですね。投了しましょう。サイドボード行きましょう。とりあえずベーロスは確定で2枚入れていって、エンチャント破壊、そして、大渦の脈動、あと火ダゼも入れていく形になりますね。で、バウンスデッキに関しては、まあ、ドレッドが弱いんで、まあ、普通に抜いていって OK なカードかなと。で、喉組に関しても、まあ、別に枚数はいらないですね。1枚2枚は抜いていって OK かな。いや、カットダウン抜くか。まあ、こんな感じでいきましょう。さあ、1本目負けて2試合目、土地ゼロはマリガンですね。はい、こちらキープしていきましょう。まあ、できればね、バウンス相手は、まあ、ベーロスがあるハンドがベストではあるんですが、まあ、エルフから説教者が出せるということで、まあ、全然悪くないハンドですね。悪くないというか、まあ、先手2ターン目説教者は、なんだかんだね、めちゃくちゃ強いんで、さあ、相手悪夢から来ますが、はい、説教者出していきましょう。で、説教者相手ね、除けることがかなり難しいんで、まあ、どんどんとアドバンテージを取っていくことがちょっと早すぎる、それは。GG。さあ、1勝1敗で3試合目。悪くはないけど、全然良くはない。そうですね。マリガンしてもこれは正直いいハンドではありますね。1回は、まあ、マリガンしてみますか。はい。まあ、ちょっとね、これも、1ターン目にラノエルが出せないっていう点で、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけど、まあ、ダブマリするよりはこちらを、キープしていきたいですね。さあ、そして相手は、
悪夢から入っていく。まあ、左手でいいか。さあ、ここはタップインから。できればね、2ターン目にやっぱり説教者を出していきたいんですけど。からのピクシー、はい。まあ、これ1試合目と同じ展開ですね。ベーロスさえ出札に来てくれればという感じではあるんですが。タップインランド。まあ、除去から入るか、コケモリから入るか、次のターン説教者から入るかっていう感じなんですけど、まあ、カイトのことを考えると、やはり、除去から入っていった方がいい気はしますね。うん。さあ、苦痛ある選定で、ピクシーを除去って、とりあえず、先手3ターン目のカイトは防いでいくと。さあ、相手タップインから、さらに悪夢。うん。これは説教者でいいかな。うん。さて。お、そしてベーロス。いいですね。まあ、とりあえずコケモリはドローで使っていきましょう。さあ、もう一回悪夢来てほしい。やっぱベーロスをね、タダで出せるとだいぶでかいんで、もっとただ相手、何もなさそうですね。さあ、そしてここで脈動。脈動はそこに打ってもしょうがないんで、まあ、コケモリ一回ワンドロー打ってから考えていきますか。土地が引けたらそのままコケモリを出していきたいですね。うん。さあ、3人を出して、ターンを渡していく。まあ、ライフがね、ちょっと、残り10点ということで、まあ、そこは気をつけていきたいですが。お、来ましたね。さあ、恐怖から悪夢を戻して、なぜかベイロスが出ていく。うん。まあ、これをね、1ターン目に決めれると相当イージーウィンできるんですけど、なかなかね、そううまくはいかないですね。さあ、これは、墓地に落としていく。リミテでよく見るやつですね。さて、ということで、まあ、舗装を出して、コケモリでかくして殴っていきたいかな。まあ、でかくできれば、発展クロックですからね。うん。さあ、発展入れていきましょう。相手ブロックするかな。まあ、アイスってもそんなに意味がないということで、ここはスルーしてきましたね。さあ、一気に12対12。同点へと追いついていく。そして、ここもミスラランドを起動していく。このターン5点しか入らないんで、まあ、なんとかなっていきそうかな。土地引く。ミスラランド起動して殴ったら、12点はあるんですけど、ただそれで相手が、バウンス持ってたら逆に負けるかな。負けますね。うん。なので、このターンはとりあえず、フルパンして、除去を恐怖に打っていくかな。除去打ってコケモに出す。が丸そうではありますね。ということで、殴っていきましょう。右話。うん。さあ、これでコケモリが死んで、7点入って、残り5。から、悪夢があると負けちゃうんで、恐怖は除去っておかないとダメですね。で、コケモリを出していく。さあ、どうでしょう。こっちの方がやや有利な感じではありますね。相手は多分このターンに決めないと。はい、これ投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。